皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。さて、今回の動画は先日開催された CP プラス2026へ足を運んでみて、私が気になった製品、カメラだったりとかカメラアイテム、気になった製品をご紹介したいと思います。皆さんは CP プラス2026行きましたでしょうか？私は最終日の日曜日だけ1日だけ行ってきたんですけれど、もうすごい人で、たくさんのブースがあって、多分全部は回りきれていないんですけど、その中でも特に気になったものたちをご紹介できたらなと思います。もし行った方でこんな商品気になりましたよなんてものがあったら、ぜひコメントで教えてください。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをご紹介しています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価いただけると励みになります。ということで早速ご紹介していきたいんですけれども、まず最初1つ目はソニーさんのブースで見たソニーの α7-5 です。先日発売されましたが、私もようやくしっかりと触ってくることができました。最初に触ってみた印象としては、やっぱりちょっと重いのかななんていうふうには思ってしまったところはあるんですけれども、いろんな方がレビューしているようにオートホワイトバランスの精度がすごく向上しているように感じて、今までのモデルよりもさらに一歩見たものにすごく忠実な色を再現してくれているような感じがモニター越しですけど感じました。ソニーさんのブースは昨年も同様体験型のコーナーがすごく盛りだくさんだなというふうに思っていて、α7-5 でプリ連写に挑戦してみたりとか、100mm マクロを使って実際に撮影ができたりとか、ポートレート撮影、あとは普段私が使わないような超望遠のレンズを実際に雲台に乗せて試すことができたりとか、ものすごく充実したブースで、私自身もすごく楽しかったです。プロの講師から実際にテーブルフォトのレクチャーを受けたりとか、あと記念写真だったりとかの撮影もできるブースがあったりとかして、カメラを知らない人とかあまり詳しくない人でも本当に楽しめるブースだったなと思います。そちらについてはショート動画でもソニーさんのブース紹介していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。続いて2つ目、私が気になった製品としては、シグマさんの 35mm の F1.4 のレンズです。シグマさんのブースは昨年に引き続きかなり宣伝されたようなブースですごく素敵だなと思いました。以前投稿した動画でもお話ししましたが、私結構今 35mm の画角のレンズ、単焦点レンズが気になっていて、それでシグマさんのブースに行ってみたんですけど、少しやっぱり大きめ、F1.4 っていうところもあってか大きめのレンズでしたね。ただやっぱり 35mm っていう画角にはすごく憧れというか魅力的だなっていうふうに私は思っているので、なんかいつかどこかのタイミングでまた触る機会があったらいいなと思います。私今回シグマさんのブースで見つけられなかったんですけど、もし以前出た 35mm の I シリーズぐらいのレンズのシルバーが再販というか、攻撃でもなんかあれぐらいで出てくれたらなんか思わず買っちゃうよなとか、そんなことをぐるぐる考えながらブースを見て回りました。さて3つ目になりますが、3つ目に気になった製品としてはニコンの ZF シルバーです。いやいや、後ろに ZF のシルバーあるじゃないかと思う方いらっしゃると思うんですけど、なんかニコンさんのブースでそのシルバーのボディで他のカラー展開のものを見た時に、やっぱりこっちの方もなんか可愛いなとか、私が一番気になってたのが、最初これをブラックを買う時に気になってたのが、グレーにするかブラウンにするかちょっと迷ってたんですけど、意外とグリーンのカラーとか可愛いなとか思ってしまって、張り替えちょっと考えようかななんていうふうに思ってしまうぐらい惹かれてしまうところがありましたね。私は今 40mm のレンズ使ってるんですけど、28mm のレンズもちょっと気になっているところはあって、なんかそういうのもいろいろ試したりとかして回りてきましたね。ZF のでもブラックも可愛いからな、ちょっとなんか
心を揺さぶられてしまいましたね。はい、ということで3つ目、ZF のシルバー、ちょっと気になってます。他のカラーがちょっと気になってますっていうようなお話でした。続いて4つ目の製品なんですが、こちらカメラアクセサリーになります。ピークデザインさんのカメラストラップがちょっと気になりましたね。私が気になったのは、ピークデザインさんのちょっと短めのネックストラップがすごくいいなというふうに思ってて、私も他にカメラストラップ何種類か持ってはいるんですけれど、ネックストラップタイプのものは持ってなくて、なんかちょっと首からこの辺にちょこんってあるような感じですぐ取れるみたいな感じのスタイルもなんかいいなって思って、ただ実際見に行った時にカラーがなんかブラウンっぽい感じ、オレンジっぽい感じのものしかちょっと見つけられなくて、なんかオレンジもすごく素敵だと思うんですけど、他のカラーとかなんかあったらいいなーってちょっと思いました。はい、そんな感じでカメラストラップ。発売当初から結構この製品話題に上がってたなというふうに思ってたんですけど、まだ見に行ったことはなくって、この間のその CP プラスでようやく見に行けたっていうような感じだったんですよね。CP プラスの会場でも、何人かなんかネックストラップ、ピークデザインさんのものじゃなくてもなんかストラップみたいな首からこう短くかけていらっしゃる方いて、すごくおしゃれだなっていうふうに思ったので、ちょっと気になりましたね。そして最後に気になった製品としてご紹介したいのが PGY テックさんのワンプロウルトラライトというカメラリュックになります。こちらの製品の中で特に気になったカラーがベージュっぽい感じの色味に差し色でグリーンが入っているようなリュックですね。意外となんかカメラリュックっぽくないというか、すごくカジュアルなんだけど可愛らしさもある。その差し色のグリーンがすごくいいなっていうふうに思いました。私もカメラリュック他のメーカーさんで使っているんですけど、こちらのローレックスさんというメーカーさんのカメラリュックをずっと使っているんですけど、全面革張りっていうところもあって少し高級感というか質感もすごくいいですし、形とかフォルムも気に入ってはいるんですけど、もう少しカジュアルなものが欲しいなっていうふうに思っていて、せっかくこの間テスラを納車したので、今年はもっといろんなところアウトドア系のなんか撮影とかも行きたいなっていうふうに思ってて、キャンプだったりとか登山とかやりたいなっていうふうに思った時に、これよりももうちょっとカジュアルさが欲しいっていうところもあって、 PGY テックさんのリュックが気になったなっていうふうに思います。カラーは他にブラックとなんかパープル系の色もあるんですけど、私はなんかホワイトというかベージュのその製品が一番気になりました。結構収納力とかもたくさんあって、なんか1泊2日とか2泊ぐらいだったらなんか着替えとかカメラ着替えパソコンとかもいろいろ入りそうな感じですし、そんなに見た目もごつくないのでなんかいいなっていうふうに思いました。ということで今回は CP プラス2026で気になったアイテム、カメラだったりカメラアクセサリーについて私なりにご紹介いくつかしてみましたが、いかがでしたでしょうか。結構カメラのお祭りというかカメラの祭典っていうところもあって、こうカメラ持って歩いてる方結構いらっしゃったんですけど、私もカメラ持って行っていて、2つ持ってたかな、2台かな。まず1つ目がこちらの α6700 とシグマの 1850mm を使ってちょっとした B ロールの撮影だったりとかをしてきたんですけど、やっぱりこの組み合わせ私はすごく好きですね。この間 α7C2 買ったので C2 にしようかなって思ったんですけど、シグマさんの 1850mm のレンズめちゃめちゃ推しというか良くて、この小ささで持っていける、しかも 2470mm の画角 APS-C なので1850ですけど 2470mm の私がすごく好きな画角で撮影ができる、このサイズ感でできるっていうところがやっぱりすっごく便利でした。よかった。
ちょっと最近カメラがいろいろ増えすぎちゃってる感はあるんですけど、このカメラ、このレンズの組み合わせ、今年はもっともっと多分活躍してくれるんじゃないかなと思います。APS-C カメラ欲しいなっていう方は6700にシグマの 1850mm めちゃめちゃいいんじゃないかなというふうに思います。そして2つ目のカメラがこれですね。私は Osmo Nano を一応持っていきました。他に DJI の製品だと Osmo Pocket 3も持ってはいるんですけど、どっちにしようかなってちょっと悩んだところはあるんですけど、Osmo Pocket 3だとちょっと雑に扱えないところというか、なんかポケットにしまった時にそのジンバル部分が歪んだりとかしないかな、こうケースに入れる暇がないとか時間がない時にジンバル部分が歪んだりとかバッグの中でちょっと大丈夫かなみたいな心配をするってなるとちょっと気を使うかなと思ったので、今回はこちらを持っていきました。すごく自撮りもしやすいですし、ブースのスタッフさんにちょっと撮っていいですかみたいな感じでお願いする時もこれ使って撮ってもらったりとかしたんですけど、すごいコンパクトですし、カバンに入れる時ももうなんかボンみたいな感じでそのままゴロって入れてもあんまり気を使わないところがすごく良かったです。この間青森に帰った時もこのOsmo Nanoとミラーレスカメラを持ってったんですけど、なんかミラーレスカメラで撮りたいからポケットにしまおうみたいな感じでさっとしまってから撮るまでの時間がすごく早かったっていうのと、落としてもというか、何回かちょっと雪山で落としちゃったりとかした時も、多分Osmo Pocket 3だったらちょっと壊れてたり故障するリスクが高かったかなと思うんですけど、これだったら2回ぐらい落としたけどなんか大丈夫そうだったので、なんか耐久性面とかも含めるとすごくいいなと思いました。また今後も活躍してくれるんじゃないかなと思っています。そんな感じですかね。はい。ということで今回 CP プラス2026に行ってみて気になった製品についていくつかお話ししてみましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんも気になった製品、もしこんなのありましたよみたいな、私が見てない製品多分たくさんあると思うので、気になった製品あればぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。ということで今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っております。ようやく7000人突破しまして、あと3000人というところまで来ております。ぜひチャンネル登録いただけると本当に励みになります。そして写真だったりものづくりに関する情報は SNS でも随時発信しておりますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。今後も制作の裏側やイベント情報なども発信していこうと思っております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。